三国の天津飯は別名で飲める天津飯っていう風に言われてて、もう何杯でもいけちゃうみたいな、わんこ天津飯みたいな言われ方はよくしますね。野菜炒めとかに使う合わせ調味料で、これが甜麺醤で、酢、ごま油、ラー油、醤油、酒で、これが酢豚のタレと黒酢酢豚のタレ。これはバラです。これはなんかまかないに使ってもらいます。今までのお客さんで一番多かった時って何人ぐらいいらっしゃるんですか1日ですか、はいね、600人から700人近くあったと思います。これ食べてほしいメニューみたいなのってあるんですか？ C なしは3人に1人ぐらい食べてると思います。三国の天津飯は別名で飲める天津飯っていう風に言われてて、すごく量食べる人だともう何杯でもいけちゃうみたいな、わんこ天津飯みたいな言われ方はよくしますね。料理人になられてからどのぐらいですか？なってもう30年ですね。勤務されてどのぐらいなんですか？6年です。家族連れのお客さんが三国が多いんで、お子様からご年配の方まで、美味しくいただいてもらえるような味付けは心がけてます。大豆の塩漬けにしたりですね、これを麻婆豆腐のベースに使ってみたいな。
ご飯ははいだいたい1日どのぐらい炊かれるんですか？白いご飯用とチャーハンとか料理用で分けてるんですけど、昼の営業で4升分ずつぐらい、炊いてますね。これはチャーハンとかのご飯ですね。味はついてて、お米に味がついてそうですね。僕とちょっと弟がいるんですけど、弟がちっちゃい時に遊んでたやつをお店に並べてたんですよ。遊んでたんですよ。そしたらお客さんが「お店に並べたらいいやん」みたいな言われて、で慌ててこういう箱作って、こんだけやったんです最初。社長のコレクター癖が暴走して、なんか向こうの方まで集めて、であと毎年買っていくって感じで、もう今あそこまで伸びちゃって、もう今足りない状態です。そうなんですね。じゃあおめでとうございます。今日一旦で1日、横井君が8万円行くときは、その内容を共有した状態で行くんで。これ記事つけられる。
9なし。はい。2つ。お2つ。はい。以上で。9なしりゃんです。はい。お願いします。失礼します。お先天津チャーハンを2つになります。
黒豚置いときます。黒からお願い。そういう感じじゃない。C さんします。はい、お願いします。お待たせいたしました。天丼いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。そっちどうぞ。よく皆さん来られるんですか？結構来る。なんか三国さんのいいところって何かありますか？安定した味。近くにあって安くて家族で通りますね。あと天津飯が美味しい。失礼します。天津飯のお客様。豚骨ラーメンもう一つ失礼します。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、台湾ラーメン
麺になりますね。熱いのでお気をつけくださいませ。はいよはい、キュウリャンです。はいいらっしゃいませはいお願いします来ましたー。ありがとうございます。大垣に来るたびにちょいちょい寄らせてもらってます。今日何食べられる？汁なし担々とチャーハンのセットですね。素材がすごいいい気がして味付けもすごい好みなんで美味しいです。ここよく来られる。結構来ます。昼休みと、あと家族で来たりもします。僕は初めて見ました。お味の感想は？美味しいです。早く汁なし担々食べたいです。はい。ありがとうございます。おはようございます。美味しいです。これが一番です。はいいらっしゃい。東大城にございます。Aセット A 台です。はい。はい、B です。A 白半丁 B 台です。ネギだけいく。足びとって。美味しい。
すすめのメニューってありますか？天津チャーハン僕は好きなんですけど、連れてきてもらって正解でした。翔ちゃん、はい。はい。はい、稲茶です。失礼します。 S なしの汁なし担々麺とライスでありがとうございます。山椒大丈夫ですか？大丈さすがですごゆっくりしててください。失礼します。ミエプロンとかはよかったです。よく来られるんですか？夫。はい。最近よく行きます。何かおすすめのメニューとかってありますか？汁なし担々麺。味がいい。A と B が1つ、はい、以上で、はい、はい、お待ちください。はい、ですね。これは良かった。大丈夫、大丈夫。失礼します。セット醤油ラーメンですね。どうぞ。紙エプロンは使われますか？大丈夫。大丈夫です。はい。入ってくれたよ。うわ、嬉しい。皆さんよく来られるんですか？ここでバイトします。おすすめのメニューとかありますか？個人的にラーメンと唐揚げ好きなんですよ。美味しい。いつも通り美味しい。ありがとうございます。はい、甜麺でーす。はい。レバニラ、おこら、おコーム、シーマゼです。はい。C です。はい。ここはよく来られるんですか？そうですね。結構出ます。天津飯か汁なし担々。汁なしおうち取りです。A セット A 体です。
はい、どうもでした。餃子です。お願いします。よっ。はい、いらっしゃいませ。はい、混ぜです。お願いします。すみません、混ぜそばになります。
テスト版の昭和59年の12月なので、ちょうど今年の12月で丸40年になります。はい、親子3世代で楽しく食事をする、ご来店されてお腹がいっぱいになるのは当たり前ですけど、それ以上に気持ちを、心をいっぱいにしたい、おじいちゃんおばあちゃんが子供たち夫婦、なおかつお孫さんを連れて3世代でとにかく食事をとことん楽しむ、見せるというふうに私は常に、従業員に言い聞かせます。暑いのでお気をつけください。とろとろ、めちゃくちゃうまい。卵がすごいふわふわしてて甘くて美味しい。トロトロのは絶品で美味しいです。やっぱすごく美味しいです。スープに使うものですね。あ、そうですね。始められたのはお父様なんですか？僕の祖父の代から始まってて、なんで今年で創業が64年か。僕の父が46歳で他界してしまって病気でね、でそのまま僕その時19だったんで、そのままこう入るっていう風で、だから僕全然経験もなくて、料理のね。あ、そうなんですか。そうやるのも、父が書いて残してくれてたタレのノートが作ってるメニューのね、で母親がお父さんがこれ書いといてくれたよっていうのを僕にくれて、それ見ながらチャレンジしたんだけど、涙流さずに語れない壮絶なストーリーがこれからあったんですよ。こういう状態がゴールドが出ておばあさんも自分にお金使って
昔の人ってやっぱりお玉一杯とかひしゃく一杯っていう風な書き方で、最後に自分がこう味見をして微調整をするっていうのが、昔の人のやり方が多かったと思うんだけど、まさにうちの父もそういう書き方で、玉でも3種類4種類大きさがある中で、じゃあどれなのねっていうところからもうスタートだった。僕の始まりだったかな。だからもう当然味も全然最初は違っただろうし、お客さんからも北京飯の味がお父さんと違うよねっていう風、北京飯もやっぱり2年ぐらいかな、お父さんの味になったねって言っていただけるまで。だから実際今こう思ってみると、美味しくない北京飯を食べ続けてくれて、それをアドバイスをしてくれたお客様、父の残してくれたお客様がいて、でそれでやっと僕は味を再現することができて、父が一番残してくれたのは、そのカレーのレシピもそうだったかもしれないけど、お客さんを残してくれたのが一番財産だったかなと思って、そういうお客さんいなかったら僕は絶対味を再現することもできなかったんで、そんな感じで今があります。これが北京飯のタレになってて、このボウルの卵何グラムに対して北京飯のタレも何グラムっていう風で味の調整を今一定に保ってる。そうすることによって父が作った本じゃない正確に出来上がるみたいなね。あとは焼くだけの状態にしておく。お米も今1ヶ月で1トンぐらい消費があるので、一応農家さんと契約させてもらって、北京飯が美味しく食べれるような形にしたかったんで、お米の農家さんから探させてもらって、その農家さんのお米の白米にするまでのつき方までちょっと細かいこと言わせてもらって、素材にこだわった北京飯、メニューには北京飯から今究極の北京飯っていう風に名前だけ変えさせてもらって、米、卵、豚肉、全部僕なりにこだわらさせてもらいました。あと三河のエリアの食材を集めることによって、やっぱり三河に来たお客さんが三河の良さを知っていただくとか、アピールできたらいいなって思いながらは今やってるんですね。北京飯の今衣を作ってて、北京飯豚肉の唐揚げが乗るんだけど、豚肉には味をつけなくて衣の方に味をつけちゃう。だから通常落ちたと鶏肉の唐揚げでもお肉の方に下味つけて小麦粉つけてあげるっていうのが多いと思うんだけど、北京飯は、お肉の味を感じてもらうのをおじいさんがそっちを優先したんじゃないかな。
これはバッジのタレです。バンバンジーのタレですね。時間がかかっちゃうね。麻婆豆腐の味噌なんだけど、アンジェラシの横に岡崎市があるんだけど、そこのお味噌。豚肉はよく炒めてから味付けした方がいいんだよね。そういう油の肉汁が透明になるまで炒めてあげる。そこから味付けした方のが豚臭くないっていうかな。豆腐を入れて煮込む。で煮込んで片栗粉で固める。また別でラー油とか山椒をまた最後に足すんだけどね。1日分はもうこうやって作っちゃう。注文があってから1個ずつはちょっと時間かかっちゃうんで。
スープ味付けしてあるんで、卵と塩とうまみ調味料、醤油、片栗粉。どのぐらいのお客さんが最高で来店されたんですか500人近く1日はできてるんじゃないかな。平日でも北京飯だけで1日400杯ぐらい出てくるんで、テイクアウトも入れてたけど、来店だけでも300ちょっとはきっと今、あるんじゃないかな。北京飯は注文から提供までどのぐらいの時間かかるんですか？ランチタイムはもう1人が唐揚げをずっと常時揚げてる状態で、僕が常時焼く状態なんで、できれば座ったら5分以内にランチメニューを提供できるように、なんでスタッフにも待ってる状態の時からも今注文を伺ってきてもらって、次に入るっていう時にも中は準備し始めちゃう。なので座ったらもうなるべく早くに提供をしていけると。はいどうぞ。顔出し OK の人です。
やれー、はい、どうぞ。はいよー。レッドランチ2です。おばあちゃん北京飯セットです。ランチで、はーい。はいよー。はい、どうぞ、来てねー。やれー。やばい。はい、お疲れ様でーす。はいどー。お待たせしました。つけ麺セットを2つで決まりました。やれー。はい。お待ち帰り12時。やれー。で、餃子入れたら北京飯ちょうだい。失礼します。好きな大盛りです。今スープも出しますね。お待たせしました。やれー。で、そのまま入ってくる。
ところに起きちゃう。玉デラックスいきます。はいよ。お待たせしました。お玉のデラックス。失礼します。お待たせしました。2つ目ですね。8ボトルでよろしかったですか。皆さん。皆さん、はい、ごめんどうぞ。じゃあ、店餃子全部入ってる。やでー。天津飯。はいよ。いやでー。はいよー。今のところはでも過去に1回隣にラーメンがあって、ラーメンと当たってラーメンこぼれちゃったっていうのは過去に1回ある。やでー。やでー。
もう一つ目トランチです。あと2つもすぐ来ますね。お待たせしました。めっちゃうまい。トロトロ、めちゃくちゃうまい。初めて来ました。今日は何を頼まれたんですか？今日は Z ランチで名物の北京飯とザル中華っていうのを行きました。どうですか、お味の方？甘くてトロトロしててすごい美味しいです。ありがとうございます。お土産いらっしゃいました。担々麺お願いします。来られるんですか？いや今日は初めて職場が近所でたまたま前通ったら車がえらい混んでたんで入ったっていうか。お味の方どうめっですか？ちゃうまいですね。もうトロトロのはこれが絶品で熱いんでつけ麺にしたんですけど、これももうほんまに私が栄養に効いててめっちゃ美味しいですよ。はいよ。今の餃子とつけ麺合わせます。良さって何かありますか？安心安定の味ですね。味の感想とかいただいてもいいですか？ちなみに何を頼まれたの？これは Z ランチ、日替わりランチで、今日はざるつけ麺と北京飯。美味しいです。じゃあ
はいよよく来るんでしょうか。そうですね。おすすめのメニューとかありますか。やっぱ北京飯すごく美味しいです。はいよ次はい行きますよく来られるんですか。私は1回だけ過去に来たことがあります。私は初めて。お味の方どうですか。美味しいです。なんか他と違うところというか。卵がすごいふわふわしてて甘くて美味しいです。やでーありがとうございますはいよーお疲れ様でーすやでーはいよー次はね、プチになりますね。ちょっと待ってください。珍しいというか初めて食べるように美味しいです。餃子の感想いただきます。すごく柔らかくて美味しいです。
やでーよはいよ極めてこっちから取るってことじゃあ大盛りいきますねはい大盛りですね。仕込みは何があるんですか？スープ作ったりチャーシュー作ったり野菜切ったり餃子握ったり、
まあ今日はそのとこかな。営業時間は5時から11時半まで。早い時間から仕込みされるんですよ。量が半端じゃないんで仕込みの量が。玉ねぎを20キロ。すいません、以上です。お願いします。もやしそばとかネギ頭とか、あとラーメンとか。鶏ガラと豚骨を少々。おだしね、野菜くずとか昆布とか、あとむろこ、破れないように水で一回濡らして、それからギュッと絞るんだけど、ピーマンもかなりの量ですね。チンジャオロースが結構出るんで、昨日もこの量のチンジャオロースが全て出ちゃったって感じだったもんで。1日でですか？そう6個ぐらい入ってるんだけど、それを10パック。じゃあもう60個ほどが1日で出るんですね。昨日は出ちゃったね。毎日じゃない。夜営業だけでそれだけですごいですね。おかげさまでなんとか夜だけでやっていけるっていうのはありがたい。昼中やったらとてもじゃないけど息取れない。最後に切ったやつは酢豚とか八宝菜とかあっちに使う。
ラ炒めとか中華飯とか五目焼きそばとか。はい、どうも、ご苦労様です。お願いします。何屋さんですか？これは麺屋さん。一応先代が決めたとこなんだけど、そうなんですね。それからのずっと付き合いで。ご主人は2代目になるんですか？これ3代目に。 3代目なんですね。大体1日でこれが3ボールぐらい出るのかな。いや、そんなに出るんですか？ネギラーメンとかネギ頭っていうのはつまみなんだけど、ネギとチャーシューを絡めたものなんだけど、あとチャーシュー飯か3種類の料理で大体使い切っちゃう。何が一番人気ですか？もうネギ頭だね。ネギ頭は必ずおつまみで皆さん取られるので。仕込みの時間早いなと思ってたんですけど、これが理由なんですね。これ切るのがね、一番大変なんで、一番嫌なんで一番嫌でも一番出てくれるんでね、頭下げて切らなきゃいけないんだけど厨房かなり綺麗じゃないですか。こうピカピカに。綺麗かな。そう、はい。本当に今忙しくて手がかけれてないんですよ、掃除に。そうなんです。中は一応綺麗にはしてるんだけど、引き継がれてるって感じなんですかね。まあそうだね。先代がそういう方だったんで、やっぱりそこは変えれないよね。まあそうやって自分も教えられてきたしね。僕は血がつながってない。従業員でやってきて、もう辞めるからやらないかっていう話を聞いて、継いでるんだけど。そうなんですね。何年ぐらい前になるんですか？もう何年前だろう。13、4年前かな。僕が40の時に受け継いだで。今先代はご健在なんですか？全然元気で、現役でもいけるんじゃないって感じましたそうなんです。
斜めに包丁入れるのはどうしてなんですか？まあ早く火が通るように薄くっていうことですね。これは何肉なんですか？これは豚バラになります。酢豚とか、あと料理用のお肉とか、あともうこの辺はチャーシューなんだと思う。溶き卵、チャーハンとかニラ玉炒めとか使う卵ですね。唐揚げとは違うんですね。うん、唐揚げ。あ、唐揚げなんですか。うん。骨付き。骨付きの唐揚げ。
何作ってるんですか？これはね、塩ニンニクなんだけど、チャーハン専用のお塩。塩ニンニクって僕初めて聞きました。あ、そうかな。ね、よくみんなニンニクチャーハンってニンニク入れてるんだけど、最初から入れることによってそれほどニンニクも感じないし、かといって塩だけでは物足りないから、エビチリとかエビ炒め、あとエビの天ぷらか、エビ炒めの場合は殻ごといって、エビチリの場合は殻を剥くんだけど、からお二人様ですね。はい、お待ちしております。ありがとう。ご予約たくさん入るんですか？今日はでも少ない方かな。まだテーブルが空いてるんで。予約で埋まる日とかも。もう予約でカウンターまで埋まる時もあるかな。どれぐらい作られるんですか？今日はもうこれに2、3枚包むだけ。もう夕べから包んでるから、1枚で10人前。10人前。1人前8個。だから80個か。少し小ぶりな感じですか？一口餃子でやってる。薄皮で一口餃子。1日に7、8枚は握るんで、ただ昼中に2時間もかけると切り物ができないんで、店終わった後2、3時間ぐらいかけてやるときがあるかな、仕込みするときが。閉店した後もそう。だいたい今だと3時ぐらいまで店に行く。
肩こったり体痛くなったりしないですか？次の休みの日は大変、足がつりまくったり、まあそうだね、肩こり、あと腕が痛かったり、年々それがひどくなる。してないです。7時まででしたらテーブル席ご案内できます。はい、よろしいですか。じゃあお邪魔します。いただきます。ありがとう。冷ややっこまで作ってくれるんですよ。でも哲さん心配なの俺。大丈夫、絶対なりません。ここは全部美味しいですね。
油淋鶏が一番うまくて骨までついててしっかりなんか唐揚げで出てきても嬉しいぐらいのサイズだよね。
あ、どうもごちそうさま。は
その名前はピンクだから。焼き餃子、揚げ餃子、ロースバイコ、チャーハンお願いします。美味しいです。最高です。私ここで酢豚初めて食べます。大体同じものしか食べないんで、だから一人で来るから二人で来たらいろんなもの食べる。大体もうネギ頭、チャーハン、餃子。はい、あれです。いいな。大きいな。全部美味しい。どうも。
ごちそうさまです。ありがとうございます。
せん。川島焼き餃子にネギ頭2大炒めお願いします。どの口がいいよね。
しまいでここから僕の仕事すごい綺麗に最後まで食べてるんですね。やめてやめてとてもじゃないけどもう綺麗とは思えん。自分でも前はねほんとまめによく掃除しとったんだけど、もう今ひっきりなしにお客さん見えるもんだからもうやる暇がなくて、自分一人でやろうかという思っとっても自分も仕込みがあるし本当に時間が取れなくて、休みの日も、ね、出てきて仕込みと仕入れやるんだけど、やっぱり体がくたくただわねなかなか掃除どころじゃないんだもんな。ここからは何を仕込むんですか？今から明日のスープの素を作って、明日とにかく切り物がまた結構あるものだから餃子だけは包んで終わらしある程度終わらしとかないと、もう餃子と切り物ってとてもじゃないけど間に合わないですから。この粉はムロッコ。
どういう特徴があるとかあるんですか？うちはね玉ねぎを使ってる普通キャベツとか白菜を使うんだけど、名古屋では一番最初に玉ねぎを使った餃子を先代のお父さんが考えたらしくて、それが受けちゃったのね、薄皮にしたのも先代のお父さんが最初みたいで、今はこうやってね業者が薄く作ってきてくれるんだけど、昔は業者が持ってきた餃子の皮を棒で伸ばして薄くして、で箱を切ってそれから包んだっていう話、気が遠くなるような話だけどね。本当ですね。先代から引き継いだきっかけとかあったんですか？もともと長く従業員で20年一緒にやってきたのかな。でまあね、僕もお店一人で出すのに自分で出すのは大変だし、先代は先代でやっぱり跡取りがいなかったもんだから娘さんだったもんで、もしよかったら譲るからって言われて、譲るんだったら別に自分マイナスにならないじゃない。そうですね。失敗したって、でまあやってみようかっていうふうに言って、まあそれなりにお客さんもついてたしね。もう一つミンチを 400g、 骨を5本、骨付きバラ1枚、もも一つ、ミンチを4。ですよ。お疲れ様でした。ご苦労さんね、遅くまで。ありがとう。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。じゃあね、お疲れさん。スープのベースは何になるんですか？塩と胡椒、あと自家製調味料いろいろ入ってきて、だしとか全部自家製の油の中に入ってますので。1日どんぐらい炊くんですか？1日だいたい10キロ炊く1日。1日半で松が入るか、マト飯とか。
北見料理に使う肉、薄い肉。ざるがないの。はい。自家製まだ。豚のバラです。はい。そう、私はまとめて使いますので。母も到着しました。どうぞ。4番さん、鶏マヨ丼大盛りと焼き餃子です。はい。
あ、いいですか？種類あるんで気をつけてください。よろしいでしょうか。麻婆飯です。はい、どうも。
番様、五目東証マリとか焼き魚。おね、お米の。こんにちは。台湾ラーメンお願いします。見てみますよね。次はタレを盛り。はい、し。エビチリ丼です。お待たせいたしました。ありがとうございました。カレーを盛
フライで。はい。何スープあればできる。お味どうですか？めちゃめちゃしびれる。辛くて美味しいです。倉木さんの魅力的なところとか好きなところってありますか？大将がもともとホテルでやられてたんで、ちゃんとした中華料理の味を食べれるのと、それを安くリーズナブルに食べれるところですかね。どうぞ、こんにちは。エビチリハ餃子を1、2枚お願いします。ラザニアです。7番さんですね。ふーちゃん、これが一番美味しいよ。もう来られてもう長いんですか？開業途中からおすすめのメニューとかありますか？私はマーラー刀削麺。味の感想だけいただいていいですか？唯一無二のここでしか食べれない。
辛そうな唐辛子をのけて食べるんですけど、とても美味しいです。麻婆飯単品。一番はチャーハンとそれだけだったの。醤油ラーメンチャーハン定番なの鶏ご飯エビチリ丼1餃子1。はい。塩チャーシュー。担々豆腐麺。担々豆腐麺ね。
間違えたな。本当は魔法です。今が間違えた。本格的だと思いますね。美味しいと思いますよ。美味しいです。中華をここでしか食べないので。どうやらあ、そう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 。あ、ぐるぐる。それで。
野菜サラダです。どうぞ。大盛り。今日の日替わりランチ台湾ラーメン。小籠包セットは醤油ラーメンね。中古お願い。はい。茶碗ラーメン。はい。チャーハン三斤どうぞ。王师傅，1100的便当四不打，一共2个，回锅肉1个，还有2份油淋鸡。
来られるんですか？2、3ヶ月に1回ぐらいかな。いつも中華をここでしか食べないので。好きなところとかって何かありますか？やっぱり料理早いし、美味しいよね。そこが一番。まずけなく食べに来ないからね。这里边都是。年面出来了吗？有的。哎，小笼包。哎，这个小笼包是那个17。 101一个10号，101和10号。1名です。什么没有？这个。 先一个吧。美味しいと思いますよ。本格的だと思いますね。一つ一つがね。セットで頼んでも何頼んでもね。ランチにね、こんな美味しいのついてこないよね。小配的一个。这个麻婆蛋是101的。 こ
他们是那个9把。酱油跟烤肠是大满足里的，有那个。天津呢？先帮我拿一个。何かおすすめのメニューみたいなのありますか？担々麺とバリそばが好きです。あと違うところがあるんですか？バリそばはぐちゃってなってなくてパリっていい感じなんですよ。自分の中ですごい好きな感触で、ごまが結構効いててクリーミーで辛いのが苦手なんですけどすごい食べやすくて美味しいです。バスがどれぐらい出たのか。あら、怖い。而且姐等一下，哎，没事，你也回来了，这也。哎，天津是20号的。水果也是啊。这两个都是8号。
はい、バーハだ。8番は子供先生と。はい、ニラレバー。どこ？あ、17番終わり。終わり17。行了，没有没有，还有饺子。还有哈。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。哎，王师傅，这个麻辣面要2卡了。师傅，给我拿一个沙拉。
齐上，齐上，稍等。齐上。好。我给这个放吃一哈，快上。8番は子供先生と。